今回はこの市場パターン塾の本を使って初めてパターンを自分で作ってみたいと思います。この表紙にも書いてあるんですけど、まず自分に合う身ごろを選んで、袖と襟とまたアレンジもすることで、デザインは無限大ということで自分好みのトップスが作れるというものです。まず自分のサイズを測ってみたんですけども、この本に付属されているこの実物大パターンとサイズがあったので、これを元にまずは身ごろを作りまして、袖や襟ぐりなどのデザインを選びました。最初なのでなるべくシンプルなものをと思いましたが、せっかくなので変わったデザインのものを選びました。身ごろはウエストがキュッとなったウエストシェイプにして、袖はフレアスリーブ。フレアスリーブは初挑戦です。今回は襟はつけずにスクエアネックラインと四角い形の面白い感じのものを選びました。ボタンですとか空きは作らないことにしたので、すっぽりかぶれるように余裕を持った大きさのものを作りたいと思います。すごい時間がかかったのですが、ネックラインはスクエアにして、ウエストシェイプなのでここにダーツが入って脇もシュッとなっています。すごいシワシワになってしまったのですが、後ろ身ごろのダーツがスクエアネックにする場合、ここの肩のダーツを襟ぐりに移動させるという記述があったのですが、そのまま写すとこのダーツにした時にここのラインがガタガタになってしまうことが分かったので、ガタガタにならないようにちょっと形をまっすぐに修正してみました。ダーツ自体は何も考えてなくしていいものなのかも分からず、ガタッとなっているのが普通なのかも分からなかったので、とりあえずこの辺りは自己流に修正してみました。この本を見て分かったのですが、身ごろによってこの袖の形が決まるらしく、最初は付属の型紙で袖を作ったのですが、身ごろにゆとりを持たせたことによって袖のサイズも変わるということで作り直しました。いろいろ難しいんですが、後ろ身ごろと前身ごろの襟ぐりを測ったりなんとかしていろいろ計算して、このようなものができました。そして私はこれをフレアスリーブにするので、袖を変形させてフレアスリーブにしております。このスリーブの作り方とかもこの本に全て載っています。この6つのこの部分が適切な配分で振り分けられているという形になっております。今回はスクエアネックで襟をつけないデザインにしたので、見返しをスクエアネックラインの形でつけることにしました。ここもさっきのわからない部分のですが、おそらくこの後ろ身ごろはこのダーツを閉じて見返しがつくような形になると思われるので、このような形にしております。この本はあくまでもパターンの作り方が書いてあるもので、縫い方なのは基本的には載っていないので、縫い方は今まで使ってきた洋裁本を参考にしつつ、わからないところはネットで調べたりなんかして作っていきたいと思います。じゃあ今回のこのデザインはまだ生地は購入してないのですが、黒とか茶色とかグレーとかでダーク系のカラーのもので作ってみたいなと思っています。なるべく生地を節約したいので、先にパターンを作ってから必要な生地のサイズを測って布を買いに行きたいと思います。